1970年、103系が5色揃って首都圏、関西圏で活躍をしていた頃、103系に地下鉄仕様の車両が生まれました。今回は同じ1970年に東西専用として登場した103系1200番台を T 君が買ったというので、早速見せていただきました。大学生の T 君が買ったのは基本セットの5両だけですが、ブックケースには鶴見線の103系のセットも3両収納してありました。せっかく来たんだからウェザリングやってく？はい、やりたいです。どうやら T 君をウェザリングという経絡沼に引き込んでしまいました。この屋根の色がちょっとテカってるよね。まあそうですね。これ艶消してぐらいでいいんじゃねえのかな。はーい、電吉クラブ始まるよー。僕は3年ほど前にトミックスから発売された営団地下鉄千代田線に乗り入れ用の103系1000番台が欲しかったんですが、それを買い損なってしまっていて、ようやく先日発売された東西専用の1200番台を見せてもらえることになったんです。今回はトミックスの新製品地下鉄東西専用の国鉄103系1200番台をいじります。どうぞ最後までお付き合いください。はい、103系の1200番台 JR 仕様がトミックスハイグレードシリーズで発売されました。製品は基本増結5両ずつで発売されました。T 君は基本セットの5両だけを購入したとのことなので、それを紹介しながら製品のままだと気になる部分を塗装し直したいと思います。103系1200番台、なかなか渋い車両です。実物を見たことのない大学生が買う車両でしょうか。僕だって迷うくらいなのに。いつも思うのですが、屋根の色は深いグレーでいいのですが、テカっていて嫌ですよね。ここは艶消しクリアを吹いて沈めたいですね。列車無線アンテナと信号変換は別パーツなので T 君が自分でつけたんだそうです。トミックスは優しくないからユーザー取り付けなんですよね。こちらモハ103がモーター車になっています。トミックスの103系ってモハ102がモーター車でしたが、地下鉄仕様は変えてきました。何か意味でもあるんでしょうか。しかしこうやって見れば見るほど1000番台を買い損なった電吉おじさんは後悔しています。このまたクーラーもまたこんなクーラーがついたんだね。しかしね、なんか301系がアルミ車体で、なんかここにでかい集中型のクーラー乗っけると強度的にちょっとなんか不安があったんで、こういうなんかね分散したらしいよ。だそれを103系にもそのまま適用しちゃったんだね。だって1000番台は集中型だもんね。そうですね。はい。これ知ってる？実物35両しかなかった。そうなんですか？これ。だから301系がこうあるから。なるほど。でなんか足りない部分を作ったんだから、なんかね実物は7両編成×5編成しかなかったらしいよ。なんか最後までそれをやってたみたいです、この1200番。で最後の方はなんか常磐線の色に塗り替えて、なんか常磐線の地上の快速になんか1000番台と混じってそっちへ行ったみたいだね。そして屋根はこの色のまま艶消しクリアを吹いて、クーラーはこのまま墨入れ、ベンチレーターはもう少し明るいグレーに塗ってから墨入れをしたいということになりました。あとちょっと屋根を茶色めにいったんです。そうだねそうだね。すっかり電吉仕様が好みになってくれちゃったんだね。
と思いました。 T 君、沼の相当深いところまで行っちゃってます。ついでに鶴見線の103系の方も同様にウェザリングをやってしまうことになりました。それではスタート。2人で車体の分解が始まりました。いつもは一人作業で黙々とやるんですが、2人でおしゃべりしながらやると気分的に早いですね。まず車体から屋根を外して、次にクーラーやベンチレーター、パンタグラフ、開き、列車無線アンテナなどの部品を外します。当たり前のことですが、同じ色で塗る部品をまとめて塗装してしまうと効率的で、少しでもカラースプレーの節約につながります。続いてクーラーの墨入れに入っています。タミヤの墨入れブラックを付属のハケでバシャバシャモールドからはみ出して塗っていきます。はみ出すぐらいに塗る方が、綿棒で拭き取るときに綿棒が汚れると、汚れた綿棒で拭いたところがなんとなくいい味になるので心配いりません。もっとも0番台のグレーのクーラーは味が出ますが、1200番台の銀のクーラーはきれいに拭き取れてしまうので味になることはありません。続いて作業はモハ103のパンタ周囲の配管への墨入れに移っています。これをしておくとパンタ周囲が立体的にかっこよく見えるようになるんです。続いて T 君がぜひやりたいとリクエストしていた屋根へのホコリ表現です。墨入れブラウンを屋根全体に流して拭き取る手法です。一部の昭和の特急に銀色屋根の車両があって、あのギンギラ感が嫌で考えた方法だったんですが、グレー屋根の車両たちにも有効でした。タミヤが初めて墨入れカラーという何の変哲もないエナメルカラーを薄めただけの製品を販売してくれて、ウェザリングがとっても身近になったんです。これ屋根上に2分割されたクーラーサイドのランボードなのですが、これがわざわざ別パーツでコストをかけた仕様だけあってかっこいいですね。さあクーラーたちに施した墨入れが乾いたので拭き取ります。綿棒にエナメル溶剤をつけて軽くこすると陰影の効いたクーラーができています。103系1200番台の屋根の組み立てです。ご覧のようにランボードを所定の位置にセットしてクーラーの足で同時に固定するようになっています。この301系に準じた2分割クーラー、なかなかかっこいいですよね。同時にパンタグラフの塗装もいつものように仕上げてしまいます。そうしたら組み上げていきましょう。ベンチレーターや開きを戻した屋根にパンタグラフがつくとがぜんかっこよくなりますよね。0番台の屋根と1200番台の屋根のバラエティ感がたまりません。一緒に塗ったからわかる感触なんですね。狙うのはね、この白い返しと白い返しの真ん中辺、こんな感じ。おしまい。でこっち回して、最初ここ狙ってちょっとこう前後に振るぐらい。あと場合によってはこのクーラーの一部がちょっと汚れてたらかっこいいから、こんな感じ。角度もうちょっと、そうもうちょっと角度を上げて、そうこんな角度、ああいう感じ、昭和30年代、山手線の内側には
中央線以外の鉄道の乗り入れが認められていませんでした。そのため中央線の混雑がひどく、山手線内側の交通手段を路面電車から地下鉄に変更する決定がされて、東西線などの地下鉄が次々に登場しました。最初に東西線直通用に作られた国電は、写真の301系でアルミ合金車両の試作車的存在だったのですが、製造コストが非常に高く、増備車は普通構成の103系になりました。千代田線用の1000番台、東西線用の1200番台はこの時誕生したんです。はい、できました。こちらは基本セットなので、左からクハ103、モハ103、モハ102、モハ103、クモハ102の5両です。当初の東西線はこれにもう2両、モハ103とモハ102のユニットが入った7両編成だったんですが、後に10両編成になりました。営団地下鉄側から高加減速性能が求められたため、地上を走る103系より高い MT 比となりました。7両編成では 6M1T、 10両化後も 8M2T となったほか、非常時には側面扉からの避難がしにくい地下区間を走るため、正面に貫通扉がついて表情も変わりました。また1957年にはそれまでの火災対策基準であった A 様式、B 様式よりも厳しい AA 様式が作られて、地下鉄車両はそれに準拠して製造されましたが、その後日比谷線で東部車両1両が全焼したことで、さらに厳しい AA 基準が導入されたんです。不燃難燃化された内装材料の使用や、主回路ヒューズがパンタグラフ直後に設置されたこと、さらに電気配線のダクト化なども地上を走る103系仲間との相違点になりました。そして何といってもこの灰色8号をベースにしたカラーリングは地下専用車の特徴でした。模型ではトミックスの元の屋根色を生かしながら艶を消して墨入れブラウンのウォッシング、クーラーへの墨入れ、ベンチレーターの塗り替えと墨入れ、そしてパンタグラフ塗装した後に周へのゴールドと外紙への白の色差し、エアブラシを行っています。この後同時に塗装した鶴見線の103系も見ていただきながら、本日の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る上で励みにもなります。とても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。